皆さんこんばんは。ココでーす。どっちや。X2 ここでーす。ここでで、今日はこの長い付き合いでちょっとお世話になっておるセレナさんをお呼びしました。안녕하세요。いい匂いする。最高。こんな感じなんですよね。おかしいんですけど。セレナとはもうめっちゃ長いよな。多分長いな。同じぐらい？同じぐらいじゃん。そうやな、同じぐらいよな。もう十何年前やな。いやな、そんだけ長くて、まあ時たま遊んだりとかして初ライブも来てくれたの。そう行きたいと思って。マジで初ライブはマジで行きたいと思って。エッグマンありがとう。めっちゃ YouTube も見てるし。いや、ディズニーのサッカーのやつでお風呂入りながら泣いてたもん。泣いてるとこ見て泣く。なんかいろいろ頑張ったなって。ありがとう。嬉しい。なんかまた違う視点じゃないですか。確かに確かにな、一緒にずっと。うん。いや、ありがたいですね。ありがたい。呼んでくださって。いやいや、もう出てくださってありがとうございます。いや見てたんで楽しそうやなと思って女子トークいい喋っちゃうんですよ。喋ってる。ほぼグータンヌーボー。確かにそうかも。確かに三人やし。確かに確かに。でそれ気になっててんけどさ、何気にさ、あんまりさ、スクール、時からずっと小学生の時から一緒で、結構さ、みんな全然違うグループにおったやん。でそれでなんか特にさきかとかあんま接点なかったんちゃうかなと思ってさ、スクール時代あった？意外にあるよ。あった？なんかよく喋ってたイメージがめっちゃそうなんや。あったし、普通になんか多分空き時間どっか行ったりとかも全然ある。マジ？私が知らんだけ？優しかっためっちゃ。私は全然ダンスできない組なんですよ。そうなの？私はできない組で、今めっちゃさやなちゃん歌うまくって、みーちゃんダンスうまくって、なんかもうなんかすごい人たちみたいなそれを見ていた。そうイメージだったけど、でもめっちゃ普通に仲良くしてくれてた。そういうのとしてくれてたっていうか、なんかあそこさ、なんか年齢関係なくない？ないな。なんか感覚バグる。でも逆に第一印象とかを聞きたいです。私その昔の2人のこと知らないんで、どんなんだったのかなみたいな。第一印象がいつなんかって感じやんな。いや、サッカーはでも変わらん。ずっとこの感じ。ずっとこの感じ。すごい。スタイル良くて、背高くてスラッとしてて、まだモデル体型。確かになんか小中の時からもう大きかったもん。そう、身長だけでかかったかも。でもめっちゃなんか目立つ感じ。可愛い子おるみたいな。すごい。思ってた人たちに目立つと思われていた。みーはもうパッツンで、もうお人形さん。あ、そうなんだ。一生さっきもそれこの前で最先端生きてる子。そうなんだ。一番多分最初になめこもやってるし。一番最初になんか布教してた？してたよ。マジ？なめこやばい。なめこやって一番やばい。出て。自分がラッキーだったんで。その時にそう iPhone やったからおーマジ最先端の子って感じで、お弁当に絶対ゼリー入ってる。覚えてんの？やば。すごい。絶対ゼリー入ってる。入ってたなんかカブトムシのゼリーが。いやそう言ってたわ。逆に2人の印象は。それこそセリナちゃんがタラコスパゲッティ食べてるイメージ。よく言われる。そう、しかも結構でかいやつ。目がめっちゃ食べる。コンビニの？コンビニの。でもめっちゃ近くにあれファミマ駅あって、そうしかもこんな細いのにこんなめっちゃ大きいの食べてていいなぁと思った。いっぱい食べれていいなって。そうなんか私お弁当持参型やったから憧れてた。なるほどね。逆に弁当憧れてたけどな。あんまりいいなって。逆に逆のレイちゃんは？私は細っと思った。あずっとそうやな。マジで細い子おるわっていうのと、プラス歌うまって思ってた。なんか洋楽歌うなんか習うクラスがあって、その時に何やこの歌うまい子はってずっと思ってました。結構怒られてるタイプでしたね。マジで怒られてた。怒られてたイメージある。マジで怒られてた。数字とともに認める怒られ具合だったんですよ。真面目じゃなかったから、なんかペンとかバーンってやってさ、また怒られてるわせいだ。
ってんじゃんさマジで怒られてた。でもなんか全然メンタルすごい強かったイメージが多分右側にないだろうな。そうなんかいつも所属してるグループっていうかいつも絡んでるグループがいて、その子たち本当にもう今でも仲いいんですけど、サボる軍団でそこに2人は入ってなかった。入ってなくて、でその子たちがだんだん卒業していったんですよ。アイドル入ったりとか、私取り残されて、あやばいぞみたいな、サボってる人1人しかおらんくなったんですでそっからミーたちとかと絡み始めた印象。そうね、本当にすごい真面目にやってる超ストイックな2人とそう交わった1人になってさすがにこのまんまやったらやばいなって思って真面目な子たちとなんかめっちゃ面白いスクール事情。そう懐かしい。話せば止まらへんな。ずっと一緒になんか歌ったしな。やったな。歌った4人で怒ってるからな、まだ私前であるもん。怒ってるよな。4人で歌ったうちの3人がここにいる。そうですすごい。 YouTube にもあるよな。ダメね。レディー・マーマレードで。もうやめてほしい。リンク貼っときます。でも鬼ダサくて鳥肌立つので恥ずかしい。やばい、話し出したらキリなさそうなんですけど今日は恋愛トークしたいなってやった思ってますね。恋愛トークです。参加したかったやつ。嬉しいです。その偏見をぶちまけるっていう回なんですけど、こう偏見がちょっと湧きそうなテーマをちょっと何個か持ってきまして、ちょっと私の方から皆さんに聞かせていただきます。じゃあちょっとまず一つ目なんですけど、男女の友情は成立すると思いますかっていうことなんですね。本当にこれはちょっともう大衆の賛同を受け入れると思うんですけど、私が思うに顔がタイプじゃなかったら成立するんじゃないかなってちょっと思ってまして、まず出会って恋愛対象の方がいらっしゃったとしたら、もう顔がタイプだったらやっぱりちょっと付き合うかどうかで見ちゃうんじゃないかなって思うけど、逆に言うと初めからタイプじゃなかったら成立するんですけど、お互いにタイプじゃない時のみ成立するんじゃないかなと思ってます。相手がもしこっちが例えばタイプだって思ってて、向こうがタイプじゃないって思ってた場合、恋愛感情が生まれちゃってるんで友情は成立してないんですけど、両方ともがタイプじゃなかったら成立するんじゃないかなと私は思うんですけど。私でも成立する。まあでも私はどっちかというと成立するとは思ってるんやけど、それは分かる。やけど、どうなんやろ。顔めっちゃかっこいいって思ってても全然成立するかな。子供あんの？あるある。マジですか？てかなんかまず友達から入る恋愛したことないから。でも私一緒。そうなんかもう会ってこの子と付き合うって感じのなんかビビットタイプやから、そやからなんか友達から入ることがないから、ビビッとこんかったらみんな友達って感じ。で相手から好意が見えた時には離れんや。友達じゃん。こっちがビビッと来てなかったら向こうがビビッと来ても、いやもうあなたはそれではありません、なんか友達やと思ってた子が好意見せてきた時にそれはもう普通に友達も関係も、だってそっから友達じゃないやん。そっかもう無理やもんな。確かにそこだけ切り取ったら成立しないになる。確かに。だから出してこんかったら成立するタイプ。あっち次第でって。いやでもみんな好きになっちゃうじゃん。それですよね。でもなんか大体初めに会って自分の中で恋愛の人か分かるってもうめっちゃちゃんと分かるからそれタイプがタイプじゃないかじゃなくてじゃないよな。じゃないんだ。なんか付き合うかな付き合わへんかなって分かるいうのがもう友達やなんか分かる。わかる？あんまピンとこやん。MBTI なんですか？ INFP です。でも半々や何やったっけ？ ISFJ E やろ。ENTP やろ。そう私の彼氏と一緒なんですよ。そうなんだから一緒にいいんだ。いいんだがそうじゃあ本当に間だ。私と彼の間で私の子供です。生まれました。ビッグベイビーまあ間違いない。なるほど。じゃあさきかちゃんとそこ一緒で。もうなんか恋愛の仕方私忘れてるなって思うけど。友達からさ恋人に昇格することってあるん？ある。ないやろ。それは私もない。ないやろ。ない
ないない。ある？付き合えるか付き合えないかみたいな。むしろ私最初から全員友達としてしか見てないんですよ。ちゃんと知ってて、あ、この人はこういうところにいいとこがあるって見つけれないと付き合えないです。でも多分それって友達になってからでも恋愛に行くどっちかのこうスイッチがいるじゃないですか、うんどっちもなあなあでやってたらずっと友達やけど、どっちかが、いや恋愛やねんってしないといかないや、そんなに度胸のある、なんていうの、恋愛のレベル、すごい好きじゃないとできなくないですか、確かに。だから自分絶対思ってなかったよ今。確かに。それを向こうから言ってもらうのか、自分からいや実は、ね、恋愛やねんってなるのか実は恋愛やねん。嫌やなそれ。でもさ、友達の段階の時にさ、その昇格するってことはさ、友達の時にちょっとかっこいいなって思ってるってことやんな。友達の時点でもうさ、全然タイプじゃなくても多分いけるで私。好きかもって思う瞬間ってどこなん？あ、これ友達じゃないかもみたいなさ。いやでもほんまに話してる時とかに考え方この人いいなとか、考え方なんだ。それこそ私肩甲骨好きやねんけど、パッと見て肩甲骨見えた時に、あ、この人肩甲骨かっこいいなとか知っていくうちに見えたら、あ、この人好きになるかもなっていう部類に入る。キュンポイントが多ければ多いほど恋人に昇格するってこと。ポイント貯めて、そう、ポイント貯めてこれ100ポイント以上で恋人いけますよみたいな。好きなんやなっていう感じ。でそっから恋愛に行く行く。どうやって行くのそこまで。ご飯行く。あ、2人で大人数やったのが少人数だったらそりゃな。そうよくあるくないでもそれ。まあなんか大人数飲み会行ってて。確かに、二人で。そうか。じゃあもうみんな成立するってことですね。なるほど。人によるけど。でもこれめっちゃ聞きたかったんですけど、セリナさんの YouTube 見てて、今の彼氏と復縁に復縁を繰り返しこう結ばれたって聞いて、私も彼氏とかと別れた時ってもう死ぬほど辛いじゃないですか、でも携帯とかで復縁仕方復縁できるのかみたいな、ね、めっちゃ死ぬほど調べて、でも大体できませんみたいな、難しいですばっか出てくるのに2回した中1の時付き合って別れて、高校の時に付き合って別れて、だから2回か。すごすぎる。どうやったら復縁できるのかっていうのを多分みんな知りたい。でもその嫌いになって別れたわけじゃなく、なるほど。なんやろ、今私が付き合ってて、私が成長させてあげる時期ではないなというか大人って思って、私じゃなく違う人が気づかせてあげて成長させてあげるべきやと思ったから、高校の時は離れたんです。高校生でそうで、中1の時はシンプルにヒューヒュー言われるのが嫌やからって言ってきて感じなんで、だから相手もまあそのなんか、しかもよく聞くとラグビー部だったんですけど、部員の子たちがみんななんか、私長谷川って言うんですけど、長谷川やめときみたいなことを言ってたみたいで、ひどいね。そう、まあでもなんかそれだと思う。誰か好きな人がいたのかもしれない。心当たりあるやつはなんか名前聞いたらいたりするから。なんだそのドラマみたいな。で、でもそういうのがいいのになと思いながら言われるのが嫌やから別れたみたいな感じだったみたいで、相手は私から見てるのはそうな男だなって。そう思うわな。そうだからそのなんやろ、復縁したいと思ってしてないというか、復縁できるかなって考えてない。なるほど。なんかでも復縁できるかなって考えてる時の恋愛って多分できないやな。できひんな。だから勝手に行動が動くもん。確かにタイミングもあるやし、なんかまあまた出会えたらいいなっていうのでお別れしてるから、なんかまたなんか違うかもしれない。ほんまにお別れしてっていうより、お互いない。で、私もそういう復縁じゃなく普通の復縁とかはしたことあるけど、やっぱうまくいかないし、なんかもうすっごい邪念が入る。なるほど。周りの反対を押し切って付き合う恋愛って向きになってるんですよね。確か絶対でも私のものにしたいとか、でも復縁できるなんかきっかけがなんか結果が欲しいみたいなんで、またゲームと一緒。
やからこの復縁したいと思って見てる人残念でしたあとね次に進みましょうなかなか難しいまあでも幸せになれるよねその方が、まあ、結そうです構自分の周りにもなんか元彼のことが忘れられなくて次に進めなくて一生元彼のこと言ってるみたいな人もめっちゃいてそうもう次に進めた子は絶対忘れますよ忘れるし多分また運命の人やったらどっかで出会えると思う出会おうとしなくても、また運命の人やったらどっかで出会えると思う出会おうとしなくても、高校生から大人本当に2人の友達そのなんていうの連絡取ってなくてもう一回なんか会うきっかけって何やったの？きっかけはその彼氏の先輩の人とたまたま飲む機会があって、それ飲んでた時に高校の時に付き合ってた友達いるよみたいなの言われて、誰ってなってで聞いたら今の彼敬吾って言ってきて、それこそでも運命じゃないけど運命タイミングが来たみたいな感じですよね。すごい10代の時に1回すれ違ってるんですよ。そうなの？そう梅田のところでマジ？相手は気づいてたの？いや私タクシー乗ってて敬吾はスケボーで走っててそれをパッと見てってなってすれ違った。やば映画の話映画でも時間止まってってなって、でもその時私嫌われてると思ってたから、やばい敬吾に会ってんけど敬吾会ってんけどで敬吾も聞くとなんか一気に聖奈の思い出の蓋がバッて開いてしまって、でもまた会えるかもと思って何回もそこ通ったりとか毎日なんか涙ですよかわいいらしい。ほんまか知らんけどすごいなちょっとキュンキュンしたんですけどね、不思議だから不思議やな縁ですね。本当復縁確かに縁があれば復縁できますよってそういうことですね。はいツインレイやなツインレイやな知らんツイン何それ？ツインレイって知らんなんかもともと一つの魂やってんけど二つに分かれてしまってなんかツインレイだったら自然と一つにまたなりたいから知らんみたいなツインレイツインレイカタカナツインレイ知らんツインレイ好きなものが同じやったりとか割れ魂がそう割れちゃって絶対ツインレイですねだったらツインレイツインレイに出会えないパターンもあるってことですか？そうなんかビビッとくるらしいでそれこそマジ？確かに YouTube で言ってましたよね見た瞬間に付き合うんだって思ったってそんな感覚になったことがないってことはツインレイいやまだ分かり方をチケットしちゃったんですよそうなんですか既婚者うせやんツインツインレイですかいやじゃないと思いますねなんならビビッとしてなかったんでまあねそういうことももうあるそうだからツインレイの場合はツインレイに出会っちゃうとたとえ既婚者でも惹かれ合っちゃうらしい、どうしようやばいそうだからそれぐらい強いエネルギーがあんねんて、そうなんや引き寄せマジっすかまあ言うたらなんか昔から知ってるかもみたいな感覚になるってこと。なんか落ち着くなとかあだからなんかすれ違ってどうしようみたいな次週マネージャー不倫ちょっとやばい大丈夫かな私心配になってきましたけども大丈夫ですじゃあそれつながりでいこうかな恋人の浮気が分かったら別れる別れない別れるやろ分かるな。おみんな別れるやんな。別れいや一回話すけどって感じ無理あなんか贅沢すんなって思うそれはそうやなそりゃそうだなんか甘え始めてるってそれはもう今置かれてる環境それはめっちゃ思う一回私の場合は説教するそれで私はもうシャットダウンですね。わかるもう一緒それをしたっていう行為がもう信頼関係を終了もう切られたっていうふうに思うからもう 2回目はありません、おおみんな結構厳しいそんな都合良くないってそれはそうそれはそう次行くわって感じうわそれぐらいの方が絶対愛される人になる許してたら多分一生なんかだって許せるでも進み具合によるなすごい浮気の
段階によるな。まあそれでも一生会わないとか言ったら1回は許してしまうかもしれない。いや私は全然なんか行為してなければ許せるかな。無理よじゃあいけるいけるって LINE してたらじゃあセーフってこと？ LINE だけやったら好きだよって言って言ってんねんで好きってまあ、好きは嫌やな。人が「何々ちゃんに会いたいよバブー」みたいなそれはきつい。見たらきつい。確かに同じ空気吸いたくないとは思うかもしれない。キモいなとは思うと思うな。でもそれで一緒に入れなくなるんだったら1回目つむるかって思っちゃうかもしれないかな。まあ私なんかまあ付き合ってる結婚してなかったら別れると思うけど、まあ結婚してたら全然まあね。でも確かにそれで子供がいたりとかしたら許すくな許すというかまた別ななんか、まあ、子供が育った時に離婚しようかなぐらいやな。そうそうそう大人。で結婚とかなしでなしで、カップルで。いやでも一回なら許すかな。私も許すタイプだわ。やっぱでもここでちょっと似てた、私たちがちょっと似てんのかもしれない。もしかしてどっちかというと私面倒見たい方やからさ、私も恋愛で。私もああだからそこがこんなつけましたい。だから構えてるって感じ。何してもいいけどみたいな。成長しやんくない成長？相手がどこにもその環境に甘えちゃってさ1回2回変わらんやろってさ甘える人やったらもうそこで見切るな。確かに2回目やったらさすがにちょっとないよね。ないです。なんかもう1回はまあ自分にも原因があったのかもしれないしっていうちょっと気持ちにもなって何か分かんないけどもうそうかもしれないからじゃあ一旦じゃあもう次やったらマジでないよお前はもうお前はもう死んでる。優しすぎる。私たちが優しくないからどういやでも自分のためでもあるよね正直。絶対そう。自分のためやんな。自分のため寂しいじゃんって思わないですか？もうなんか寂しいとかもない、もうこんな人と付き合ってたんやっていうなんかもう逆に見切りすげえなんか罪悪感にすら感じちゃう。そうわこんな人選んじゃってたんや。いやみたいな、もうそんなそれは思わんな。なんかそれでいなくなる方が悲しいかでら。も長さにもよるな。まあそれは確かにな。まあ確かに確かに。なんか全然1年経ってへんかったら私もガンガン切りますけど。ああまあ確かに2ヶ月3ヶ月の出来事だったらでも逆に 2,3 年とかなってそれされる余計にそれこそほんまにキモい。でも 2,3 年経ってそれってことはもしかしたらなんか 2,3 年の間へのなんかこう恋人関係じゃないなんかマンネリに何かこう不満を感じてやっちまったのかなみたいな。なんか一回ああいうこれ嫌だな旦那が見てる半分浮気したら嫌だな。違うしていいっていう意味じゃないよ。家帰ったら抱きしめてあげて。そうしていいっていう意味じゃなくてまあでも実際になったらもう気持ち悪すぎて触れたくもなければ同じ部屋出てけっていう感じかもしれないです。なんか私なんかな見えちゃう。わかる？わかる。なんかスライムみたいな紫色のなんかブニョブニョしたものが見えちゃう。自分の彼の場合もし浮気されましたってなったら、それがもう紫のスライムにしか見えへんけどやばっ触られた瞬間にそのスライムがべちょって乗っかったみたいな感じでイメージになっちゃうね。うわーって確かにそしたら確かに嫌かも。そうまあでも普通に嫌やけど。まあ、嫌なんよ。私たちも嫌なんです。嫌なんですけど一回だから自分の気持ちを押し殺しちゃうってことですよね。そう一回聞きたいっていうかなんでしたん？そうそうだから理由にもよるんや。そう理由にもよる。そう理由一応聞いて改善できることだったら一緒に改善するというそういう感じです私も。多分一回聞いて一回会議を開く。そう会議を開く。なんでしたんって言って。そうで追い詰めるのもまあ相手のためやと思うからめっちゃ追い詰めるって感じ。そうで逆にそこで一緒にいてくれるんだということでこう恩を売る。確かにそっち依存させる方が有利かも。こんなことまで許してくれて本当にごめんなさい僕が悪かったですみたいな。いやでもなんか長く続くのはそういう考えになる人だからなのかなとちょっとは思います。すぐシャットアウトしたらもう終わるもん。終わる。なんか落ち着かれたくないんですよね私。ずっとそうなんや。動画見てそれすごい思ってなんかもう初々しいもう本当にもうマンネリのないカップルも楽しすぎます。
本出してもらいたいそれ早く読みたかった読みたかった読みたかった追いかけられたいよ。ああそれはわかるもうデート中のもう部屋目も服も言動も全部超可愛い超かわいいあもうそうしなきゃってめっちゃ思わされました追いかけられたいから常にやっぱ彼氏にはモテときたいなって。もういやもうそれがもうダダダダダダって漏れててあこれやっつってこれは本を買わなきゃいけない嬉しい。でもなんかマネしなくするのはやっぱそこですそう努力が必要なんだなって匂い変えるとか、なんか同性で気をつけなければいけないやつがあるやん。シャンプーリンス変える、柔軟剤変える。もう全てを守らなかったせいでもうすぐにマンネリしてよわかります。私もその経験あります。そこで直せますかね直せるよな。だって匂い変えればいいだけ。よくあれたらいいだけさっきのいい匂い買おうかなでも意外になんかちょっと合わないとこも結構効果的なんじゃないって思います私は合わないって何が1週間2週間を一緒に住まないミートしないってことねあそうですでもそれはなんかめっちゃ大事やと思う。結構効果的だと思うなるほど辛くて死んじゃうでもそんな。合わへんってことない。ミートがミートない遠距離やからね、そんなんいらない。ああそう確かにしんどいな。しんどいよな日々しんどいでも日々しんどいですね。でも一緒に住んだらこうマンネリね、そうなんですよ。それが怖いだからちょっと。一緒に住むのは確かに本当にもうマジ家族すぎて家族すぎるんですよねまあそれもそれでいいですよね。幸せ、あったかいしな。あったかいまあ確かにあったかいかもしれないけどなんか恋人のそれがなすぎてキュンキュン的なもうそれがもううわっこう画面からうわこんなおーみたいなごめんなさい画面外でもう大神経ですだからそれが本当に素敵だなってまあないもの見たりかもしれないけどまあそうですね。いや素晴らしすぎるこれ何分話してる結構なんかもう一問ぐらいもう一問いくもう一問いきましょうか。どれにしようかなはい親友と好きな人が被ったら譲らないいや譲るな私も譲るな。私どうすんのやろ。いや今の感想と譲譲らないやでも相手によるかも。相手による。親友か。親友親友とかかぶって親友やったら私譲らんかも。逆に逆にだからなんかこういう幼馴染とか友達とかの方が譲るかも。あ親友やったらもうバチバチ行こうやってあーなるんやなる。絶対私の方が勝つしっていううんうん言い合いするみたいな感じで親友やったらまあ確かにね確かにね親友やったらな。いやでも譲るな私はどっちみちめっちゃ好きでもちょっと身寄りやったらどうする？その相手が。そう私よりやったら別になんかもう勝ち負け決まってるくねって思っちゃうからなんとも思わんからもうなんかあっちが決めることやしデート行っちゃうよみたいな感じにはなるけどほんまに逆にその人がどっちのことも思ってなくてただ女側がもう勝手にその人のことを2人が好きなんやったらもうじゃあどうぞってそれは確かにかな私はもうなんか危ない匂いがしたらやどかりちゃんや。何も知らないふりして違う方面を見ますね。私は知らない私は違いますね。二人でもその人がでも違う方向くな。なんかその親友との関係がピリつく方が嫌。そうでそこまで好きになんかそんなにかなってなんかなるやったらもう花が開くつぼみの前にサッカーっぽい。逃げちゃいますね。確かにサッカーっぽい。しかも大体めっちゃ好きになるのって付き合って3ヶ月目ぐらいじゃないですかまあ確かに違いますね先生は違う先生は違う付き合うまで一番楽しいやん。付き合う前が一番あかんねん言う人私たち楽しまれないタイプそうせっかちやからせっかちなんでそう私もどっちかって言ったらそう付き合ってからの方が楽しい。あ、そう。うん3ヶ月目で崩壊する人が多いけど3ヶ月目が一番楽しい3ヶ月目ぐらいまでがなんかこうね毎日こうワクワクしてそうあそうなんかその人のこと知っていく段階なんで楽しいけどなんかまた違った楽しみじゃないそれ。
うんいや前はちょっとめんどいよね。そう私もどっちかって言ったらめんどくさいかな。すいません、恋愛怠惰組。怠惰かも。楽しんでない。さっさと決めろよ。付き合う前が一番楽しい。言われへん。なんかちょっとドキドキみたいな。好きって言いたいけどやめとこうみたいな。会いたいな、やめとこうみたいな。いや豆やわそれ。めんどいから会いたいとか言っちゃうよね。もうめんどい、そうめんどくさいですよね。どっちみたいな。この時間何ってこう。いや私もそっち。嘘。ほんまに。その会った時とかにさ、そのなんかもうほんまめっちゃ会いたかったとか、なんかそうやって遠回しに好きっていう楽しみ、あれが楽しいな。あーなるほどね。まあ確かになんか一緒にいるとすごい楽しいなみたいな、言われるみたいな。いやでもセリルの付き合う前の恋愛はちょっとエロいな。急に謎の暴露。エロいな。エロくない空気感、なんかちょっと遠回しに言う感じでエロくない。ケンちゃんの憧れやからエロ。エロは憧れ。エロやんな。エロくない。エロくないから。エロだな。多分乙女なんやと思うセリナちゃんが。あ、そうかも。多分私たちはなんかそのキュンより早く結果多様性を求めているのかもしれません。やけど言ったらその過程を楽しんだりとかなんかっていうのが乙女なんやと思う。好きになんかさせるのも楽しいやん。ちょっとゲーム感覚というか。好きにさせれたことがあるかどうかちょっと怪しいでわかんないんですけど。いや、結婚しての、あ、そっか。そっか。最初ビビッと来てなかったね。ないけど結婚できたみたいな。確かにな、そういう感覚もあったかもな。忘れちゃった。結婚したら難しいですよね。いや、そうですね。本当にめっちゃ先生にいろいろまた聞きたいな。私これからツインレイの存在にビビりながら生きていきます。ツインで温度がツインレイの存在でも一番感じやすいタイプじゃん。私と似てるから。確かに確かにあ、この人ってでね、楽しみですね。ツインレイに出会えるかどうか。皆さんも皆さんも出会ってみてください。やってみてください。パワーを送ってくれ。いや、本当に先生すぎました。本当にもう。いやー楽しかったね。楽しかった。全然まだ喋りたいもんね。全然まだまだいけるけど、ちょっと編集が大変なので、この感じで。頑張ります。世界のカットが大変なので、ちょっとこの辺で。字幕も。字幕きつい。字幕でいつも私が喋りすぎて困るっていう。頑張ります。ありがとうございます。次セリナさんの方のチャンネルにも出させていただけるということで。はい。ありがたいです。まあなんか前編後編みたいな感じになるかもな。あ、確かに。確かに。よろしくお願いします。両方ぜよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。基本いいとこだけ見せてそれ以外は隠しちゃえばいい